時の流れというのは早いもので、ちょっと前に始まったと思っていた2024年もいつの間にか半分が終了してしまいました。というわけで今回はそんな激動の2024年上半期に買ってよかったと思ったアイテムを10個ご紹介していきます。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第10位 XP ペン ACK05。 こちらはいわゆる左手デバイスというアイテムで、本体に搭載されているボタンの一つ一つに自分の好きなショートカットなどを割り当てて使用することができます。まず特徴的なのが本体左上に存在しているホイール。ここをくるくると回すことによって PC 上で回す動作というのを直感的に行うことができます。それこそこちらの ACK05 は XP ペンという液タブなどのお絵描きアイテムを主にリリースしているメーカーですから、 PC でお絵描きソフトを使用する際にこんな感じでキャンバスを回転させたり拡大させたりといった操作を簡単に行うことができますし、動画編集ソフトなんかを使用する際にはタイムライン上を直感的に移動するなんていう操作を行うこともできるんです。そしてもう一つ、こちらの ACK05 の大きな特徴としてワイヤレスで使用できるという点があります。こちらのアイテムには本体の他に USB レシーバーが同梱されているため、このレシーバーを PC にぶっ刺すだけで超簡単に、しかもケーブルなしで接続することができ、ものすごくスッキリとした作業環境を実現することができます。もちろん Bluetooth 接続にも対応してますよ。そしてこちらの XP ペン ACK05 を僕の中で激アツ左手デバイスたらしめている最大の理由はそのお値段。こちらは公式ストアにて6599円。大人気左手デバイスである Stream Deck やループデック、ツアーボックスなどのアイテムが軽く1万円2万円を超えるような価格である中、回す動作が行えて、しかもワイヤレスで使用できるという大変優秀な性能を誇っているにもかかわらず、1万円にも満たない価格で手に入れることができてしまうというのは正直異常事態です。しかもかなりの頻度でセールが行われているので、もっと安く手に入る可能性も大いにあります。なので左手デバイス気になってたけどちょっと高くて手が出せないなと思っているそこのあなたは、ぜひこちらのアイテムから左手デバイスデビューを飾ってみてはいかがでしょうか。ちなみに僕は現在こちらの ACK05 を正面に設置している液タブのベゼル部分にがっちりと貼り付けていて、お絵描きをしている際に常に使うわけじゃないんだけど1日に何回も使うよねみたいなショートカットを発動させる用のアイテムみたいな感じで使用しています。まあ液タブに貼り付けて使用できそうだったというのが僕がこちらのアイテムを購入した真の理由ではあるんですけどね。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第9位、ローヤオープンシェルフ。こちらは見ていただいている通り、そして名前からも察しがつく通り棚。特にこちらはオープンシェルフなので、棚の左右や奥に壁のようなものがなく、風通しがめちゃめちゃ良さそうなビジュアルをしているタイプの棚です。こちらの本体は木目調の天板にブラックの細いフレームという感じで、スタイリッシュという言葉が似合うようないい感じのデザインになっています。ところで僕は一体なぜこちらの棚を購入するに至ったのかというと、趣味のアイテムをいい感じに飾りたかったから。僕のデスクの左側には謎の台のような空間が存在していて、ここにちょっとした折りたたみ棚を置いた上でお気に入りのキーボードたちや美少女フィギュアなどを飾って生活をしていました。しかしあまりにも僕がキモいオタクだったために、異常な速さでキーボードや美少女フィギュアの数が増えていき、小さめの折りたたみ棚では全くと言っていいほどアイテムが収まらないような状態になってしまいました。そこで棚から溢れ出てしまったアイテムたちをしっかりと収めきれるような趣味のアイテム展示スペースをデスク横に作りたいと思ったので、棚を投入することにしました。ちなみにこちらのローやオープンシェルフを選んだ理由は、もちろんビジュアルがいい感じだったというのもありますが、1段の高さが 31.5cm であり、最も定番と言っても良いであろう7分の1スケールのフィギュアであれば、基本的に高さがちょうどよく収まってくれるからという点も結構大きいです。これはキモオタク Tips なんですが、美少女フィギュアを飾ろうと思った際、何でもいいやという感じで適当な棚を選ぶと結構な確率で高さが足りないという現象が発生しますので、ぜひお気をつけください。そんな感じでこちらの棚を導入したことによって、デスク横に割といい感じの趣味のアイテム
展示スペースを生み出すことができました。PC 作業をする空間のすぐ横に趣味のアイテムが並んでいる空間が生まれたことももちろん嬉しいんですが、こうして動画を撮影する際にちょっとだけ背景がすっきりした雰囲気になってくれたのも個人的には結構満足ポイントだったりします。ちなみにこちらのローやオープンシェルフにはちょっとしたライティングも施しているわけですが、上下の棚にそれぞれ BTF ライティング LED テープライトというアイテムを取り付けています。 USB 給電のテープライトなんですが、かなりのお手頃価格でありながら大変綺麗に光ってくれるので結構おすすめです。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第8位 AG 小粒 4ASMR。 こちらはいわゆる寝本と呼ばれるタイプのアイテムで、イヤホンを耳に装着しながら寝っ転がっても耳が圧迫されて痛くなったり違和感を感じてしまったりしないという大変に快適なイヤホンです。僕は夜寝るとき音声作品を聞いてニヤニヤしながら睡眠するというのが日課になっているので、寝本というアイテムはほぼ生活に必須級のアイテムなんですよね。そんなわけで僕自身これまでに実に様々な寝本というものを使用してきたわけなんですが、その果てに今現在最も気に入って使っているのがこちらの小粒 4ASMR というわけなんです。寝本というアイテムには本体が超コンパクトで耳に装着していてもほとんど存在感がないというタイプと、そこまで小さくはないけれど横になった際に違和感が少ないというタイプの2種類が存在していると思うんですが、こちらの小粒 4ASMR については後者であり、サイズ感としてはよくある完全ワイヤレスイヤホンよりはちょっと小さいかなくらいの大きさです。ちなみに前者は以前に使用していたアンカーサウンドコアスリープ A10 なんかが当てはまります。ただ本体は小さい方が絶対にいいかと言われるとそんなことも案外なくて、こちらの小粒 4ASMR に関しては耳に装着した際にピタッと耳の穴全体を塞いでくれる感覚があるので、かなり遮音性があります。毎日音声作品を聞きながら睡眠するヤバいオタクに限らず、夜寝るときに壁がパキパキ鳴るみたいな物音がついつい気になってしまうなんていう方にとってもかなりいいアイテムかもしれません。そしてこちらの小粒 4ASMR の最大の魅力はとにかく音質がいい。よくある寝本というアイテムって耳への装着感が重視される関係で、音質については結構いまいちというかスカスカみたいなことが往々にしてあるわけなんですが、こちらの小粒 4ASMR については音質がかなりクリアで、いわゆる寝本と呼ばれるアイテムの中で言えば圧倒的トップクラスの高音質を誇っていると思います。なんだったら寝る時だけではなく音楽を聴いたりする普段使い用イヤホンとしても全然使えるレベルです。音声作品って割と人の声がメインなので、そこまで音質を追求する必要はないのかなと思ったりしたこともあったんですが、やはり音質が向上するとこれまではぼんやりとしか感じられていなかった背景のサウンドみたいなものがよりはっきりとした輪郭を持つような感覚を得られて、音声作品への没入感みたいなものがぐっと増したので、もう他の音質スカスカネホンみたいなのには戻れないです。ちなみにこちらはワイヤレスのネホンなんですが、ワイヤレスの場合寝ている時に耳からイヤホンが外れていて目が覚めたら片方だけどこかへ消えてしまい、朝から消えたイヤホンの片側だけを探すみたいな最底辺朝活を定期的にしなければならなくなるというデメリットはありますね。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第7位リコ GR。 こちらは見ての通りカメラです。その中でも特にコンデジと呼ばれる本体とレンズが一体型になっていて、しかも電源をオフにしている時には本体へぬるっとレンズ部分が収納されるというタイプのアイテムです。こちらの GR、どんなアイテムなのかを一言で説明するならば、気軽に持ち出して気ままにシャッターが切れる、そんなカメラです。当然こちらはコンデジなので使っていない場面では薄い状態になってくれるので、それこそスマホのような感覚でポケットの中へ忍ばせておくことができる超お手軽カメラなんですが、ふとした瞬間、あ、この景色撮りたいぞと思ってカメラを取り出してからの動きが素早いのなんの。それこそポケットから取り出して電源ボタンを1回押したらシャッターボタンに指を置いて撮る。で、撮り終わったらまた電源ボタンを押してポケットへしまう。この流れるような動作がものすごく気持ちいいんですよね。なんだったら写真を撮らない時にでも電源ボタンを連打していたいくらいです。そんなわけで気軽に持ち運びつつも撮りたいという一瞬の衝動にしっかりと応えてくれるスピード感があり、いつでもどこへでも持って出かけたくなる、そんな魅力がこちらの GR にはあるわけです。僕自身結構意味もなく街中を散歩したりするのが好きなので、そんな時にこちらのカメラをさっとポケットに忍ばせておくとよりお散歩が楽しくなる感覚があります。そしてもちろん撮れる写真もこれまた絶妙なんですよね。これだけ気ままにシャッターが押せるので、家に帰ってきてデータを見返してみるとものすごい写真の量になっていたりするんですが、そんな取って出しの JPEG ファイルであってもかなり綺麗に仕上がっ
っていて、ちゃんと後でニヤニヤできます。味付けは結構素朴な感じなんですが、この雰囲気もまたいいですよね。そんなわけで最強のお散歩カメラを手に入れたので、僕はウキウキでお散歩を楽しんでいます。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第6位、ゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス3。こちらは完全ワイヤレスイヤホンです。僕は普段外出をする際にいつも使用しているイヤホンですね。さすがゼンハイザーから登場しているフラグシップモデルのイヤホンなだけあって、音質は素晴らしいの一言。ゼンハイザーらしい軽やかな高音質を楽しみつつも、それを邪魔することのないけれどもキレのある低音域を味わえるとても楽しいサウンドを鳴らしてくれます。ということで、音質がいいのはもちろんというか当然みたいな部分ではあるんですが、個人的に一番の感動体験を得られたのはノイズキャンセリング。僕自身実はこれまでにノイズキャンセリングが搭載されているイヤホンというものを使用したことがなく、以前まで普段使い用としてメインで使用していたイヤホンについてもファイナル ZE3000 というもので、特にノイズキャンセリング機能が備わっているタイプのアイテムではありませんでした。なんだったら別にイヤホンにノイズキャンセリングなんていらなくないというくらいに思っていたんですが、今ならはっきりと言えます。イヤホンにノイズキャンセリングは必須です。こちらのモメンタムトゥルーワイヤレス3のノイズキャンセリングは本当に優秀で、特に電車に乗っている時には絶大な効力を感じましたね。当然電車の中って走行音などではちゃめちゃに音が鳴っている環境なわけなんですが、ひとたびイヤホンを装着するだけでその音が本当に消えるんですよね。なんだったらドアが開いたり閉まったりすることにも全く気づけないくらいに静寂を作ってくれます。なので仮に電車の中であったとしても、ちょっと落ち着いたカフェミュージックみたいなのを再生しながら本を読んだりすると、今家でコーヒーとか飲んでたっけくらいに周りの環境を気にすることなく目の前の方に集中できるようになるんですよね。なんだったら自分の部屋よりも読書に集中できているのではというレベルです。ぜひ毎日電車などで通勤されている方には騙されたと思って使ってみてほしいです。本当に自分のリラックスタイムが増えたような感覚になります。ただ一点だけこちらのイヤホンの欠点を挙げるとしたら、接続が途切れる瞬間というのが割とあります。普段からブツブツ切れるとか家で使用している際に途切れるということは起こらないんですが、具体的に言うならば駅のホームとか街中の信号待ちのような屋外でかつ他のワイヤレスイヤホンたちと混戦するような場面でものすごく途切れてしまう瞬間があります。それこそ横断歩道の前で信号待ちをしていた時になんか音途切れたなと思って横を向いたら、AirPods を装着したイケイケメンズが横に颯爽と現れた時には全てを指しましたね。ところで皆さんうすうす思っていることがあるかもしれないんですが、あれモメンタムシリーズの現行モデルって4じゃなかったっけ？おっしゃる通りで、現在の最新モデルはモメンタムトゥルーワイヤレス4というアイテムです。つまり僕が今回購入したのは3なので、型落ち。なんでわざわざ最新モデルではなく型落ちモデルを購入したのかと言われたら、安かったから。大変お見苦しいお話で恐縮なんですが、型落ちモデルって安いんですよ。具体的に言えば現行モデルの4については現在だいたい5万円くらいする最高級ワイヤレスイヤホンなんですが、3に関しては現在3万円くらいの超高級イヤホンくらいの価格帯なんですよね。しかもこれが中古市場になってくるとほぼ新品くらいのめちゃめちゃ綺麗なモデルがだいたい1万5000円くらいの高級イヤホン程度のお値段になってしまうんですよ。こんなの買うしかないじゃないですか。ということで僕は型落ちモデルの中古品を買いました。もしかしたらガジェット系 YouTuber が中古で買ったものを紹介しているなんてけしからんと思った方もいらっしゃるかもしれないんですが、すまん。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第5位、ケンジントンスリムブレードプロ。こちらはトラックボールマウスと呼ばれるもので、よくある通常のマウスとは異なり、本体に備わっているボールをくるくると転がすことによって PC 上でマウスカーソルを動かすことができるというアイテムです。トラックボールマウスと一口に言っても、マウスの左側面にボールがついていて、親指でボールをくるくると回すタイプのトラックボールマウスと、マウスの頂点あたりにボールが搭載されていて、人差し指や中指などを使ってボールを回すタイプのトラックボールマウスというものが存在しているんですが、こちらは人差し指中指で転がすタイプのトラックボールマウスです。実は僕自身これまでロジクール M575S という親指で回すタイプのトラックボールマウスというものを使用していたんですが、あえて今回人差し指中指タイプのトラックボールマウスを購入し、現在はむしろこちらを愛用している状態なわけです。実際に使い比べてみて感じた人差し指中指タイプのトラックボールマウスの最大のメリットは、ダイナミックな操作と細かい操作を両立させることができる。親
親指タイプの場合、ボールを転がせる距離というのは親指の可動域に依存しているわけなので、実際ワンストロークでマウスカーソルを動かせる距離というのはそこまでありません。なので画面上の端から端まで移動するような操作が多い場合には、マウス感度を高めて小さい操作でもより大きくマウスカーソルを動かせるように設定をしてあげる必要があります。しかしながらマウス感度を大きくしてしまうと、今度はエクスプローラーの項目を一つ一つクリックしていくような細かい操作というものが難しくなってしまいます。やはり操作をするのは人間の指ですから、場合によってはなかなか繊細な動作が行えなかったり、指が震えてうまくボールを動かせなかったりするわけです。要するに操作が指先というすごく細かい部分に依存してしまうのです。それこそ僕はものすごくちっちゃい紙で折り鶴を折れるみたいな手先が器用なタイプの人間ではないので、指先で行う操作というものにあまり自信がないわけです。それに対してこのような人差し指中指タイプのトラックボールマウスの場合は、ボールを転がす際にはもちろん人差し指や中指の指先だけで触ってもいいですし、もっと一度に大きく動かしたい場合には手首も合わせて動かすことで、ワンストロークで動かせるボールの距離というのをかなり大きくすることができます。逆にもっと細かくカーソルを動かしていきたいという場面では、人差し指だけで動かす必要はなく、中指を添えてあげることで指の震えみたいな不安定さはかなり抑えることができますし、それでも指先で動かすのは苦手だなと思ったら、ゆっくり手首を使って操作をしてあげてもいいし、なんだったら薬指まで添えてがっちりとボールをホールドしながら操作をしてもいいわけです。要するにダイナミックな動きと繊細な動きというのを簡単に両立させることができてしまうんです。これがものすごく快適な部分でもありますし、もう親指タイプのトラックボールマウスには戻れないなと感じる部分でもあります。ちなみに僕は主にトラックボールマウスを液タブでお絵かきをしている間に使用します。トラックボールマウスは通常のマウスとは異なり、本体を動かす必要が一切ないので、クソデカサイズの液タブをデスクの手前まで近づけて、めちゃめちゃデスク上が狭くなってしまったような場面でも何の問題もなく PC 操作を行えるからです。そんなお絵かき中にはトラックボールマウスを操作することになるわけなんですが、人差し指タイプの場合は液タブのペンを持っている状態のままでもこんな感じで普段と同じような角度でボールをくるくると転がすことができるので、すごく相性がいいです。ちなみにこちらのスリムブレードプロは真ん中のボールと4つのクリック部分から構成されているシンプルな構造をしているんですが、ウィンドウをスクロールするときなんかはこんな感じでボールを水平方向にツイストしてあげると、カリカリという触覚フィードバックとともにスクロールを行うことができます。わざわざマウスホイールのある場所に持ち帰るみたいな動作も不要なので、かなりシーブレスな操作ができてめちゃめちゃ気持ちがいいです。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第4位、ハイファイマンデバプロ。こちらはヘッドホンです。その中でも特に開放型ヘッドホンと呼ばれるタイプのアイテムです。そもそも開放型ヘッドホンとは一体何なのか、めちゃめちゃ簡単に言うならば、外側がスカスカのヘッドホン。皆さんがヘッドホンという言葉を聞いて思い浮かべるいわゆるヘッドホンというのは密閉型ヘッドホンと呼ばれるもので、耳に装着する部分の外側はしっかりと密閉されていて、中のパーツが見えたりするようなことはありません。それに対して開放型ヘッドホンというのは、ちょっと見るだけでもわかるように、この外側を覆っている部分がスカスカ、まるで網のような形状をしており、ヘッドホンの内部パーツがちょっと見えてしまうみたいな構造になっているわけです。外側が開いてるから何なのと思った方もいるかもしれないんですが、ヘッドホンの外側が網になっていると、ここから音がガンガン抜けていくんです。この音が抜けていくという感覚がとにかく気持ちいいんですよね。それこそ大きな体育館やホールなどで音楽を聴くような場面を想像してみていただきたいんですが、空間が広ければそれだけ音というのは遠くまで広がっていくので、生の音というのはそう長い時間がかからないうちにスッと消えていってしまうわけですよね。しかしながらいわゆるヘッドホンの場合、ヘッドホンの外側というのは密閉されているので、特にドラムなどの打楽器の音が流れた場合、ヘッドホン内部でぐるぐると音が響き続けてしまう残響感みたいなものがすごく大きくなってしまい、どうしても生の音とは感覚が違くて、ちょっとした違和感というか不快感みたいなものを感じてしまう瞬間があるんですよね。それに対して開放型ヘッドホンというのは、先ほどお話ししたように音が外側の網になっている部分からガンガン抜けていきます。つまりどんな高音であろうがどんな低音であろうが、そんなものは関係なしに鳴った音がスッと外へ消えていくわけです。これがまさに実際の広い空間で音楽を聴いている感覚にとても近いため、まるで生の音を聞いているかのような気持ちいい音を味わうことができるわけです。これはぜひとも実際に体感してみてほしいんですが、スネアやハイハットのような強めのインパクトがある音がスッと消えていく感覚というのはとにかく気持ちがいい。よだれ
れが出ます。それこそ僕は結構低音ドスドスサウンドで音楽を聴くのが好きだったりするんですが、やっぱりそういうサウンドって長時間流していると聞き疲れみたいな現象が発生してしまうんですよね。ただそんな低音ブーストしたイコライザーを適用して長時間の音楽鑑賞をしていても全然不快感や疲労感みたいなものは感じられなくて、文字通り一日中つけてしまいたくなるくらいの快適さが開放型ヘッドホンにはあるんですよね。まあ実際のところ外側部分が網網になっている分、密閉型ヘッドホンよりも重量は軽くなるので本当につけ心地は良かったりします。さてそんな開放型ヘッドホンであるハイファイマンデバプロなんですが、こちらの最大の特徴はワイヤレスで使える。ここまでがっつりと開放型ヘッドホンとは何なのかというお話をしたところからもさせていただけるかもしれないんですが、開放型ヘッドホンというアイテムはかなりニッチなアイテムでもあります。それゆえに種類が少なく、ワイヤレスで使用できる開放型ヘッドホンなんていうものも確実に両手で数えられてしまうだろうというくらいしか存在していないんですが、そんなワイヤレスで使用できてしまう激レア開放型ヘッドホンこそこちらのデバプロというアイテムなのです。こちらのヘッドホンにはブルーミニ R2R という Bluetooth レシーバーのようなアイテムが同梱されており、こちらのアイテムをヘッドホン側の 3.5mm 端子にぶっ刺して電源を入れるだけで、なんと Bluetooth ヘッドホンに早変わりしてくれるんです。こんなに手軽に開放型ヘッドホンを使えてしまっていいんだろうかというくらいにめちゃめちゃ快適ですし、なんだったら音質についても適当な PC やスマホにケーブルで直差しするよりも圧倒的に綺麗な音を鳴らしてくれるので、ものすごく優秀です。まあちょっとサーっという音が大きめなのが気になるところではあるんですが、開放型ヘッドホンをワイヤレスで使わせてくれるというだけで気になるポイントの一つや二つ全然許せます。正直こちらのデバプロを手に入れてからは、僕がこれまでに使用していた他のヘッドホンたち全く触らなくなってしまいましたね。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第3位、ハーマンミラーエンボディチェア。こちらはオフィスチェアです。その中でも誰しもが一度はその名前を聞いたことがあるであろう超有名でしかも超高級なオフィスチェア。僕もこの2024年に満を持して購入することになったわけなんですが、もう他の椅子では作業できないんじゃないかなというくらいに超快適な椅子になっています。正直オフィスチェアって人によって合っているもの合っていないものなどいろいろあると思うんですが、こちらのエンボディチェアに関しては PC 作業する人間であれば全ての人が快適に使用できるのではないかという椅子になっているんです。こちらのエンボディチェアの大きな特徴として後傾姿勢というものがあります。これは要するにこの椅子に座る時の正しい姿勢というか推奨される姿勢というのが、体を思いっきり背もたれに預けてかなりがっつりとリクライニングをしている状態ということです。見ているだけだとピンとこないかもしれないんですが、実際の感覚としては思いっきり倒してちょっと昼寝しよっかなくらいのリクライニングをかけた状態で常時 PC 作業をすることになるので、とにかくリラックスした状態でデスク前に佇むことができ、ほとんど座りすぎて体が辛くなってくるということが起こらないんです。こんな姿勢で PC 触っていいんですかと思ってしまうくらいにはかなりダラッとしたリラックス状態をキープできます。いや、後傾姿勢だけなら他の椅子を倒して使えばいいんじゃないのと思った方もいるかもしれませんが、ダメなんですよ。というのも他のオフィスチェアでリクライニング姿勢を取るような場合、通常のほぼ直立しているような状態から背もたれを動かしていくと、寝っ転がっているような状態になった時には背もたれが直立していた状態の時とは背中が当たっている部分というのが若干ずれてしまい、うまく体が背もたれにピタッとくっつかないみたいな現象が起こります。するとその姿勢で長時間椅子の上で過ごした場合にどうしても体に負担がかかってしまうわけです。しかしエンボディチェアなら違います。エンボディチェアの背もたれ部分を後ろから見てみると、こんな感じで無数のフレームによって支えられており、背もたれに体を預けた際にはこの背もたれのフレーム一つ一つがピタッと背中に密着してくれるためフィット感がものすごくあります。そしてこれだけしっかりと背中に追従してくれる構造になっているので、リクライニングをしたとしても背中の位置がずれてしまったり背中が浮いてしまったりというようなことはなく、超快適姿勢のまま椅子を深くまで倒していくことが可能になるんです。いや、めちゃめちゃ気持ちいいよ。正直こちらのエンボディチェアを導入してからは座り疲れたなみたいなことがほとんどなくなってしまったので、文字通り一日中座り続けることができてしまいます。体にいいのか悪いのかって感じですね。ただこちらのエンボディチェアについては残念ながらヘッドレストというアイテムが付属していません。正直僕は作業をするときもダラダラ YouTube を見るときも一日中 PC の前に座っているので、時にはヘッドレストなどに頭を預けたくなったりするんですが、そういう時にヘッドレスト欲しいな
と思うことはありますね。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第2位、キークロン99プラス。こちらはメカニカルキーボードです。僕はこちらのキークロン99プラスを導入して以来、動画の原稿を書くなど、文字入力がメインになる作業をする際には毎回欠かさずに使用しているというか、もはや他のキーボードには触れなくなってしまったというくらいに、超お気に入りキーボードの座を手にすることになってしまった超優秀アイテムなのです。まず特徴的なのがこのサイズ。すでに皆さんもうすうす感づいているかと思うんですが、こちらのキーボードクリスロードコンパクト 75% サイズと呼ばれる大きさであるキークロン Q1MAX と比べてみてもこの通り驚くほどに縦幅が短いんですよね。その結果、本来ならアルファベット部分の上側に存在している数字キーまでもが全て消滅しています。このコンパクトさがたまらないんですよ。もちろん本体がコンパクトであるためにデスク上に常備しておいてもあまりスペースを取らないというのも大変に嬉しいポイントではあるんですが、それ以上にキーボードに存在しているキーたちは全てホームポジションから手首を動かさずに入力することができる距離感に存在しているというのが何よりも僕がこちらのキーボードを使いたくなってしまう理由かもしれません。いやいや、数字はどうやって入力するんだよと気になった方も多いかもしれませんが、数字を打ちたいという場面では基本的に本体に存在している FN キーを押しながら本体に存在しているキーを入力して行うことになります。僕が使用しているこちらのキーボードの場合には右手の親指でこのキーを入力しながら左手で WASD あたりのキーをまるで点キーのように入力することによって自由自在に数値を入力することができます。ただこのあたりは完全に好みであり自由にキーマッピングが行える部分ではあるので、僕は右手と左手を組み合わせて数字を入力していますが、左手で FN キーを押しながら WASD あたりを入力できるように設定してあげれば、左手1本で全ての数字が入力できるようにすることも可能です。この自分好みにキー割り当てをいろいろ考えながら使用することができるというのもこちらのキークロン99プラスを使用する醍醐味だったりします。そしてもう一点絶対にお伝えしておきたいのが、こちらのキーボードに存在している分割スペースキー。なんとスペースキーがスパッとカットされて左側部分と右側部分という2つのキーに分かれてしまったかのような形状をしているんです。この分割スペースキーもこれまた画期的なポイントであるわけです。こちらのキークロン99プラスは英語配列と呼ばれるキーのレイアウトが採用されているんですが、よくある英語配列キーボードの場合、キーボードの一番下の列にはクソデカスペースキーが存在していて、日本語配列と呼ばれるおそらく日本に居住している方のほとんどが使用しているであろうレイアウトのキーボードと比較するとキーの数というのがものすごく少ないんですよね。すると日本語配列キーボードのスペースキーの両サイドに存在していた変換無変換キーと呼ばれるローマ字入力とカナ文字入力をワンボタンで切り替えられる文字入力を行う際に便利なキーというのを用意することができなくなってしまうんですよね。しかしながらこちらのキークロン99プラスであれば分割スペースキーがあることでキーの数がまずプラス1されて、さらにはスペースキーの左側に FN キーというものが存在しているので、左手でスペースキーを入力するとした場合に FN キーとスペースキーの右側部分にそれぞれ無変換キー、変換キーを割り当ててあげると、英語配列キーボードなのにもかかわらず日本語配列キーボードを使っているかのような快適な文字入力環境を手に入れることができてしまうんです。これはすごいですよ。この動画ではこれ以上詳しくお話はしませんが、僕は実はものすごく英語配列キーボードというものが好きなんですよね。なのでまさに英語配列キーボードの弱点というか、日本語配列キーボードに勝てないポイントというものをついに克服することができたという意味で、僕の中では本当に革命的なキーボードだったなと改めて感じています。ちなみにこちらのキークロン99プラスは本体サイズがものすごくコンパクトになっている分、キークロンから登場している他の旧シリーズのキーボードと比較してお値段も半分くらいに抑えられているので、皆さんもぜひこちらのキークロン99プラスというド変態キーボードからキーボード沼へズブズブになってみてはいかがでしょうか。2024年上半期買ってよかったガジェットもの第1位、エイリアンウェア AW3423DWF ということで、激動の2024年上半期第1位に輝いたのはこちらのモニター。正直今回のランキングはものすごく迷いました。特に今回のトップ3に関してはどれも確実に毎日使っているというくらいに僕の現在の生活をがっつりと支えてくれているアイテムだったので、どれが1位になってもおかしくはない状況ではあったんですが、今回はその
感動が今現在も鮮烈に続いているという意味で、こちらのモニターを1位にしてみました。購入する前の期待値を購入した後の満足度が大きく上回る。なんというか、こんなにいいものとは思わなかったみたいな感情を得られたアイテムです。さて、そんなエイリアンウェア AW3423DWF 一体どんなアイテムなのか簡単にお伝えするならば、高解像度で高リフレッシュレートの有機 EL ウルトラワイドモニター、要素てんこ盛り、この世の全てを詰め込んでしまったかのようなわがままスペックを実現してくれているモニターです。僕が一体こちらのアイテムのどこにそこまでの感動を得たのかというと、PC 作業とゲームのどちらも最高の環境で行えるようになったという部分です。もちろんゲームが最高の環境でできるようになったというのは当然の結果ではあるんですよ。なぜならこちらのモニターについてはジャンルとしてゲーミングモニターと呼ばれるアイテムだからなんですよね。こちらは有機 EL ディスプレイが搭載されていて、かつリフレッシュレートが 165Hz、 さらには解像度が 3440×1440 の WQHD というまさに映像を綺麗に出力してくれるような性能をしているわけです。特にものすごく大きいのは有機 EL という部分ですよね。僕の動画ではこれまでに幾度となく有機 EL ディスプレイとは何かみたいな話をしているので、もう聞き飽きたよというお声もあるとは思うんですが、もう一度だけ今回は説明をさせてください。そもそもこの世に存在しているほとんどの PC モニターというものは液晶ディスプレイというものが搭載されています。こちらは簡単に言えばモニター内部にバックライトが存在していて、この光がディスプレイ側のカラーフィルターを通ることによって色のついた映像を出力してくれるという仕組みになっているものなんですよね。つまり真っ白な色を出力するにしろ、真っ黒な色を出力するにしろ、バックライトという光源が常に光っているわけですから、特に黒を表現する際にどうしても真っ黒にはならず、多少灰色がかった黒色になってしまうんですよね。それに対して有機 EL ディスプレイの場合にはバックライトのような光源は存在せず、モニターに電気を流すとディスプレイに敷き詰められた有機物が赤や黄色などの色を伴ってそれ自体が発光するというかなりシンプルな構造になっています。よって当然何か色を出力する際には光を放つことになりますが、黒を画面上に出力したい時には何にも光っていない真っ黒というものを生み出すことができるわけです。すると真っ白と真っ黒の差、つまり明暗差というものが液晶ディスプレイよりも大きくなるので、結果として従来の PC モニターよりも圧倒的に鮮やかなコントラストの高い映像というのを見ることができるわけです。これは初めてディスプレイをつけた瞬間からわかるんですが、本当に鮮烈という感じがします。そんな鮮烈なディスプレイでゲームをしたり YouTube をダラダラ見たりすることができるわけですから、もちろん QOL なんていうものは爆上がりしてしまうわけです。そしてそんなスペックモリモリなゲーミングモニターを使用すると、実は PC 作業というものもかなり快適に行えるんです。逆に僕自身がこれまでの3年近くにわたって新しいディスプレイを導入することができなかったのは、この PC 作業をする上でゲーミングモニターはあまり使い勝手が良くないのではという思い込みに近いものがあったからです。僕がこちらのモニターを導入するまでは MSI プレステージ PS341WU という完全作業向けみたいなウルトラワイドモニターを使用していました。しかもこちらは解像度が 5120×1440 という 5K2K の圧倒的なものであり、しかもディスプレイがまっすぐというかなり珍しいウルトラワイドモニターだったんですよね。なのでそんな作業に特化した最強ディスプレイからちょっと解像度の落ちた WQHD、 しかも割とディスプレイも湾曲しているゲーミングモニターにした際に何か不満が出てしまうのではという懸念があったんですよね。ただ実際にモニターを交換してみたら、そんな不安とか前のモニターに戻りたいみたいな感情は一切湧きませんでした。解像度も数値上では確かに下がりましたが、僕は割とモニターと自分自身の距離というのを大きめにして、ウルトラワイドモニター全体が常に視野に入るような距離感に置いているので、正直違いはほとんどわかりません。さらに言えばモニターの湾曲、ぶっちゃけこれも違いがわからない。なんであんなに平面のディスプレイに固執していたんだろうというくらいには違和感なく使用することができます。というか人間の視野としてはむしろ湾曲している方がディスプレイが見やすいのではという気さえしてきます。そしてそれ以上にゲーミングモニターですからリフレッシュレートが高くなっていて、ウィンドウのスクロールやマウスカーソルの移動という操作を行う際にこれまでよりも圧倒的にキビキビと動かせているような感覚が得られるので、動画編集をしたり原稿を書いたりといった PC 作業をする上での快適性というのもぐっと上がったんですよね。つまり何が言いたいかというと、現
現状こちらのモニターを新しく購入して悪かった部分というのが本当に一つもないんですよ。それくらいに僕は今も感動を覚えていて、最高の PC 環境を手に入れたと思っているわけです。だから今回はこちらのモニターが第1位を飾ったわけです。ただ一つだけお伝えしておかなければいけないことがあるとすれば、こちらのエイリアンウェア AW3423DWF については、モニターのデザイン上、ウェブカメラやモニターライトなどのモニター上に引っ掛けて使用するアイテムの類を使うことができません。それこそ僕自身も今までベンキュースクリーンバーヘイローというモニターライトを愛用して生きてきたので、その衝撃の事実が発覚した瞬間は大パニックに陥ったわけなんですが、現在はこんな感じで長尾製作所マイクアーム用クランプテーブルポール式というアイテムをモニターアームの支柱部分に固定することによって、山田照明 Z ライト Z10R というデスクライトを設置することができるようになったので、むしろ快適性が増して結果オーライという感じになっています。そんなわけで2024年僕に最も大きな感動をもたらしてくれたのがこちらの PC モニターでした。このスペックにしてはお値段も案外控えめだったりするので、意外と狙い目の PC モニターかもしれないですね。というわけで今回は僕が2024年の上半期に買ってよかったと思ったアイテムを10個ご紹介してまいりました。皆さんも今年買ってよかったなというアイテムがあればぜひコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。あとは動画の高評価とかコメントとか旧 TwitterX のフォローなどなどいろいろよろしくお願いいたします。そしていつも僕の動画を見ているけれどチャンネル登録はしていないというそこのあなたのことですよ。ぜひこの機会に登録していただけると励みになりますので何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。